こんにちは、革靴の件です。今日はナンバー5の靴完成させます。最終仕上げです。アッパーを磨いてピカピカに輝かせて、最後にデザインとかこだわりの解説をしていきます。まずは中敷きです。これ木型抜いた後に木釘とかタックス釘がここのかかとに剣山のようにトゲトゲしているので、それはカットして潰しておきました。ここにこのライニングの革にティッシュの箔を使用した中敷きの革を貼り付けていきます。はい、こんな感じで貼れました。茶色のライニングに黄色の箔をし、重厚感がありますね。じゃあ次はね、ここ穴飾りのところ行きます。この穴飾りの中って製作中にちょっとこう白っぽくなるんですよね。細かなホコリとか塵が詰まってるんで、それを綿棒にアルコールをつけて穴をほじほじしていきます。普段はそんなにホコリたまんないんですけど、アッパーを作るときにここに糊塗ってあるので、その糊にちょっと吸着しちゃうんですよね。なのでその糊ごとホコリをかき出します。ホコリをかき出すとこんな感じに穴の中が黒くなりますね。まだやってないところだと若干白っぽいのがわかると思います。汚れ落としができたので磨いていきます。今回5番のシューツリーはこれです。これまたこの靴専用にちょっといろいろ凝っちゃいまして作りました。この靴がアンティークっぽい雰囲気があるので、それに合わせてこんな感じでニスを塗って仕上げました。3ピースシューツリーで真ん中のパーツにはこんな真鍮のパーツをくっつけて、前後のパーツには紐を通すための真鍮のリングというかフックの金具をこれは自作しましてくっつけました。今回はですね、履き口に合わせて内外のシューツリーの高さが変わってます。なのでこんな感じでとっても少し斜めについてますね。このシューツリーを入れます。このヘンプ生地のところは製作中はずっと白いマスキングテープを貼ってありました。磨きの間もマスキングテープは貼ったままやるんですけど、若干不安なのでもう1枚貼っておきます。普段のケアではこんなマスキングまでする必要はないと思います。なぜなら黒いクリームをこのギリギリまで塗る必要ないからですね。なんですけど今回は完成の仕上げなので黒いクリームちょっと使っていくので、しっかりめにマスキングをしておきます。クリーム塗っていきます。サフィールの黒クリーム、穴飾りの断面白っぽいんですけど、ここに塗って黒くしていきます。それとこのベルトとアッパーの間にも塗っておきます。ブラッシングしていきます。いい感じにツヤが出てきました。次はつま先とかかとワックスかけていきます。やっぱり靴にとってすごい磨きっていうのは重要で、仕上げの磨きでキリッと印象が引き締まるので、僕自身も本当に最後の磨きは楽しみに靴を作ってます。最後の磨きで靴がピカピカに輝いていくっていうのは本当に気持ちいいです。水をつけて磨いていきます。
最後に靴ひもを入れます。よいしょ。最後にマスキングシートを取ります。このヘンプ生地を見るのは釣り込み以来ですね。ということでナンバー5ヴィンテージバルモラル完成しました。初めてこういう雰囲気の靴作ったんですけど、すごくオーラがあります。荘厳な雰囲気がなんか漂ってる気がしますね。今回キッシュの5足目ナンバー5ヴィンテージバルモラル。バルモラルというのは単に内羽の靴のことを指すことが多いのかなという気はするんですけど、なんとなく僕のイメージの中でバルモラルというのはこのロングバンプのことという認識がありますね。紳士靴の基本としてバルモラルブーツというのがありますけど、それはこう基本的なスタイルとしてはこのロングバンプになっているんですね。なのでこの靴にはヴィンテージバルモラルと古い雰囲気のバルモラルシューズということでこんな名前にしました。ロングバンプになっててつま先にはキャップがついてます。このロングバンプ部分とキャップの部分にはパーフォレーション花飾りを施して華やかな印象になってますね。ここはアノネのボックスカーフ使ってて、ここがコードバンですね。新規格のオイルコードバン。これはちょっとどこのものかわかんないですけど、結構しっかりめの厚めのヘンプ生地を使ってます。タイマーですね。麻の生地です。でかかとはかなり特徴的です。かかとはこう下から黒白茶という感じでこう色が積み重なっているような感じになってて、これは補強のためにつけたパーツです。可愛らしいです。でですね、ここかかと全く継ぎ目がないんですね。黒い革の継ぎ目はかかとの内側に持ってきてます。ここですね。ここボコボコしてるんですけど、これスキンステッチ、革の中に糸を通してこの黒い革をつないであります。なのでかかと周りは継ぎ目がなく、こう色が積み重なっている感じですごく面白いみたいです。ロングバンプのデザインっていうのはこの部分が直線になることが多いんですけど、この靴は直線ではなくややカーブしてます。ここから少し上に沿って戻るような形状になってます。このライン取りはこの靴を上から見た時にすごく綺麗なラインになるように引いてあります。これを直線にするとこの木型の性質上ここが膨らむんですよね。なんですけどこの上から見たところのラインの綺麗さっていうのを重視してます。これまた履くとラインは違ってくるんですけど、そういう微妙なライン一つとってもこだわりながら作ってます。ソールはこんな感じでギザギザしてますね。約 2mm 間隔ぐらいでソールを手縫いしてあります。この土踏まず部分はソールがぐいっと内側に入ってソールの縫い目は見えなくなってますね。ベベルドウエストになってます。ヒールはこんな感じです。ヒールカップのカーブにつながるようにわずかにカーブさせて作ってあります。ソールは半カラス仕上げのフィドルバックです。ウエスト部分に突起が見えます。バイオリンの板の木目のように少し横向きになるように染めて磨いてあります。それと対照的にフロント部分はナチュラルに仕上げて縦向きになるように染めと磨きをしてあります。些細なことなんですけど、そんなこだわりを持ってやってみました。ヘンプ生地は生成りのものを使ったので、少しこう茶色っぽい線というか黒っぽい点みたいなのがポツポツ見えます。これは繊維の色で、あえてこういう自然な雰囲気の生地を選んで使いました。リネンの素材感を楽しめると思います。3種類の革で色違いの素材を使ったコンビシューズ、結構派手めというか華やかなんですけど、どっかクラシックな雰囲気もありますよね。最後にこのシューツリーは船をイメージしてます。釣り込みの動画でこのかかと部分が何かに似てるんだけどちょっとなんだかわからないっていう話をしたんですね。そしたらコメントで豪華客船に似てますねっていうコメントもらって、あ、それだと思って、このシューツリーにもちょっと船っぽいイメージで、これなんていうかね、イメージなんであれですけど、こう船のロープとか、手すりとか結構古めのタイタニックとかその辺の古い豪華客船をイメージしてます。この靴の雰囲気ももともとヴィンテージっぽい雰囲気ということで作ってたので、
古めかしい感じ、アンティークっぽい感じっていうのはシューツリも含めてかなり表現できたのかなと思います。ということでナンバー5の制作も無事終わりました。展示会も目前に迫ってきてやっと完成して一安心です。最後はナンバー6の完成ですね。11月21日に自由が丘で、22日から28日東京の京橋で展示会試着を行いますので、ぜひ来てください。展示会とか試着の概要については概要欄にブログのリンク貼っておきますので、よかったら読んでみてください。靴を見るだけでも僕に会うだけでも展示会に多くの方に来てもらえることを期待してます。この靴の制作動画は概要欄にリンク貼っておきますので、この靴がどういう風に作られたのか制作工程もチェックしてみてください。ということで本日の革靴の件でした。では最後に完成写真をどうぞ。